どうも、ボタニカリスティクスです。今日はフィカス紹介をやりたいと思います。前にね、考察動画の方で取り上げたフィカスジンなの？それともシベレアナっていう名前もあるけど、これ同じなの？とかね。シベレアナってもそもそもどっから来たの？とか。なんかそういった考察動画だったんですけど、そもそもジン自体の紹介動画、フィカス紹介をやってないなっていうことに気づいて、慌てて今やろうと思って、フィカス紹介で取り上げました。ちょっとね、今、前もそうだったけど、ちっちゃいやつ。あの時も出したジンなんだけど、これなんでね。これね、あ、そうだ。ドーンってなんかやるのがスタイルになってきてるんでね。でね、ちょっと葉っぱをお見せします。こういう感じなんだけど、こっちの葉っぱも見せていこうかな。僕が思うジン。これね。はい。めっちゃいいっすよね。で、ジンってどんなのっていうと、フィカスエラスティカのジン。学名はエラスティカだから、インドゴムの系譜なんですよ。僕がよく言ってる、誇り高きエラスティカファミリーみたいなことを言ったりするでしょ。で、要するにフィカスっていうかさ、インドゴムの木って言った時に、ちょっとそっちの系譜って、なんかちょっと古臭い血筋みたいな、その血統がさ、ちょっとそういうとこあるんだ。あるというか僕がそう感じてるだけなんだけど、その系譜ってさ、いろいろあったりするけど、ティネケとか、まだいいけど、ディッシェリとかさ、ソフィアとかアポロとか、ね。なんかさ、ちょっとさ、お堅いというか、そういう血筋っていうか、なんだろうな、たまにいるじゃん。アメリカ、イギリスかの俳優とかでもさ、もうそんなに新人とかでもないけど、ベネディクト・カンバーバッチとか僕見た時に、なんかちょっとそういうのを感じたんだよ。古き良きイギリス人みたいなのを感じた。イギリス王室まではいかないけど、古臭いとは言わないけど、古風なイギリス人というか、そういう血筋というかな、血統というかな、硬い感じだけどね。そういうのってなんか、エラスティカにもそういうのちょっと感じるところがあるんだけど、そんな中にあって、そのエラスティカの中にあって、なんかちょっと違うというか、イケイケな感じ。このね、負の感じがそうされるのかな。負の話はちょっと後でするけど、エラスティカのなんか血統とかこういうのからちょっと離れたというか、そういうね、ちょっと違うよねっていう感じがあるんだよね。今風っていうのは違うんだけど、でもやっぱね、最近レアでもなくなってきてるかもしれないけど、最初に観葉植物屋さん、お店とかで見たときに、うわー綺麗だなーって思ったよね。今はもうおなじみさんって感じになって、で、いろんなサイズもあるけどね。たまに見つけると、ちょっとテンションが上がるのは、やっぱ7号鉢、8号鉢ぐらいの曲がりのジンを見つけるとさすがにやっぱテンション上がるけどね。やっぱちっちゃいのが多いよね、出てるのは。そう。この間の野原園芸センターさん行った時もジンありましたね。結構大きい。6号、7号ぐらいかな。ちょっと曲がりではなかったけど、あれ曲がってたらめちゃくちゃかっこいいんだけどね。で、ちょっと負の話をすると、そのエラスティカの斑入りっていうと、ティネケとか、ルビーとか朝日とかね、いろいろあると思うけど、ああいうタイプの斑じゃなくて、均一にチリフ、砂ゴフっていうの、こういう感じの斑の入り方している。これが僕の中でのジンっていう感じ。で、この斑、こんな綺麗な、この均一性の高い、こういう斑のジンを見つけると欲しくて買っちゃうんだけど、ここにちょっと混ざってるやつあえて持ってきてるんだけど、こういう斑、葉っぱによってちょっと違う模様を見せるんだけどね。だけど、むしろこういう、こっちの方がいいか。こういう緑が入って、これランダムになってると。均一性がちょっと低くなって。こういう風ばっかりのジンっていうのも売られたりするんですよ。それはね、なんか、多分ね、お店側もジンって言って入ってきて、ジンって仕入れて、で、出荷してとか、ジンという苗を育てて、ジンとして出荷してるから、ジンって言うしかないと思うんだけど、フィカスマニアの間では、どっちかっていうとそっちはシベレアナで、こういう方をジンってしたいという、やっぱり感情的にそういう気持ちがあると思うんだよね。僕もそうなんですよ。だけど、実際そこに本当に差があるのか、ジンだからこう、シベレアナだからこうっていうのが本当にあるのかっていうのは、ちょっと考察動画の方でね、今後もエピソード2以降で追いかけていきたいと思うんだけどね。だから、お店とかでジンって言って売ってるのって僕がこれ今見せてるジンとは限らないんですよ。
なので、この動画を見て、ジン欲しいなと思ってくれて、お店に行って、見つけたと思っても、なんかね、ちょっと違うやつかも。逆に言うと、こういう金銭の高い風探しに行く方が結構大変なんだよね。僕はね、難しいなぁ。しびれるなぁ。いや、それは考察動画でやろう。今日はそんなところかな。簡単ではあるんだけど、僕ね、ちなみにジンはね、大好きなんですよ。本当に大好き。さっきも言ったように、7号鉢ぐらいの曲がりのジンとかはね、やっぱね、欲しいし、それにね、このちっちゃいの買ってきて、これをね、大きくして曲がりを作っていきたいなと思ってるんだよね。いいよね。こんな葉っぱばっかだったらいいなって思うんだけど。そう。だからこの金星の高いこっちの風は大好きなんだけど、こっちのランダムな方もいいんだけど、なんかちょっとやっぱジンっていう名前で売ってるじゃん。シベレーナっていう名前で売ってないからさ、お店とかで。それはいろんなさ、大人の事情があるからね。そういう風に売れないと思うし、入ってこないっていうか、多分日本ではなかなか出てこないんじゃないかな。わかんないけど。いいや、それはいいや。で、なんだけど、ちょっと探すのね、ここまで綺麗な感じのをね、探すのやっぱちょっと大変かもしれないな。ちょっとお店でアンテナ張って見てみてくださいよ。ジンあるかなーって。結構ね、ちっちゃいのだったらね、あると思うんだけどね。でもね、麩はね、こういう風のジンを探すのはなかなか大変だと思うんだよね。ぜひぜひ、探してみてください。で、今日はそんな感じで。ではまた。